皆さんこんにちは、ランタイムです。こちらはね、ブルーティーさんのポータブル電源で、ブルーティーさんは大容量ポータブル電源をね、メインに出されている会社ではあるんですけれども、今回なんとね、こちらのめちゃくちゃ小さい電源を発売されるということでね、レビュー依頼来ましたんで、今回はこちらのちっちゃい電源がね、どんな電源なのかっていうのをね、見ながら紹介させていただきたいと思います。はい。ということでね、こちらが今回紹介させていただく、ブルーティーの EB3A というモデルのもので、ここにね、スペック出てると思うんですけども、こちらね、寸法が 255mm×180mm×183mm で、超小型で、重量は 4.6kg。で、容量がね、268.8Wh で、リン酸鉄バッテリーを採用してます。で、小型ながら出力はすごくて、AC 出力はね、定格 600W です。だから、電子レンジは動かないんですけども、ちょこっと家電と炊飯器を同時に動かすことができる電源ですね。はい。で、もちろん AC 出力は 50Hz、60Hz 切り替え式です。だから東日本、西日本、どちらでもね、使用可能な電源ですね。で、スペックはね、こんな感じにして、ちょっとね、本体見ていこうと思うんですけども、本体まずはこちらで、真ん中が液晶パネルですね。こちらが入力ワット数で、こっちが出力ワット数。で、現在の電池残量と、あとこの状態で何時間電源オンのままで折れるかっていうのが書かれてますね。で、ここの部分が DC 出力で、ここのボタンを押すことで DC の出力が使用可能になって、ここが DC10V のソケットですね。はい。で、出力は 12V10A なんで、12V の炊飯器等が使用可能ですね。あと、ここの2つのポートも使用可能。で、USB がここに2つあって、こちらはね、タイプ A の 3A のもので、ここがタイプ C の 100W の出力がありますね。だから、タイプ C 同士でね、スマホで早く充電できるみたいです。で、隣がね、ライトですね。1回押すと弱で消費電力 1W らしいです。もう1回押したら強になって、この時はね、2W ですね、消費電力。で、3回押したらね、SOS。で、4回まで切れるやつですね。はい。で、このモデルはね、小さいのいいから上側にワイヤレスの出力 15W のものがついてるんで、ここにスマホを置いたらね、充電できるそうなんですけども、使用するときにはね、DC をオンの状態でスマホを置くんですが、お、来てますね。今 29% で、完了までで2時間5分かかります。ワイヤレス給電はね、ちょっと充電速度が遅いのが難点なんですけども、僕のはね、ケースをつけてる状態で置いたのに、ワイヤレスがね、ちゃんと動くようですね。はい。ちなみにこの時の消費電力は 9W で、この状態だったらね、13.8 時間使用可能なようです。で、続いてこちらが AC 出力。で、使うにはここをオンにすればね、もうここですね、AC のランプがついて、AC 出力が可能になるとのことで、最大がね、600W とのことです。はい。ちなみに使用可能な消費電力が 600W なんですけども、容量が 268.8Wh なんで、約々ですけども 600W の状態だったら30分丸々はね、ちょっと使えないような格好になってますね。で、さっきも言ったんですけども、これ周波数の切り替えが可能で、今はね、ここに 60Hz と出てるんですけども、これをね、AC と DC を同時に押すことで、ここですね、チカチカ点滅するんで、AC 出力のね、ボタンを押すことで、50Hz、60Hz 切り替えが可能で、この状態で、同時押しすると 50Hz で固定されるという格好ですね。はい。でちなみにね、ここにエコっていうのが出てから、実はこれにはね、エコモードっていうのがあって、エコモードにしとくと、AC 出力や DC 出力がない場合に、勝手に電源がね、切れるっていう、電池をね、保護してくれるモードらしいです。別にね、出力を絞ったりするモードではないみたいですね。ですのでね、これは、ありがたい分なんで、常にオンにしとくのがいいと思います。はい。ということでね、60Hz ですと固定しておきます。はい。OK。で、お次はこちらなんですけども、こちらがね、入力ポートで、よいしょ。今回はね、こちらにね、ソケットを挿すようになってるんですけども、こちらにね、この AC ケーブルをつなげるだけでいいんで、ちょっと充電実験をしてみようと思うんですけども、よし。よいしょ。そしたら、はい。出たんですけども、なるほど。なんか面白い数字が出てますね。本体側ではね、約 300W で充電されてますね。このサイズの電源にしては、充電速度は相当速いです。で、あとね、0.3H ですんで、18分ぐらいとかで満タンになるって言ってるんですかね。なんですけども、ちょっと気になるのがこちらでから、こちらはね、365W 出てるんですよね。ですので、本体は 300W で充電できてるけども、消費電力は 360W ぐらいいるっていう格好のようですね。だけども、本当にね、AC アダプター不要になったのはすごく大きくてから、これだったらね、本体とケーブルだけしか持ち歩かなくていいんで、これはね、相当楽なんじゃないかと思います。
で、ちょっとね、一遍止めまして、で、こちらのね、電源は、ここにね、DC12V から 28V のインプットがあって、ここでね、ソーラーパネルやシガーソケットによる充電も可能なようなんですけども、実は今回ね、僕の方に来たのがサンプル品だったためかどうかわかんないんですけども、こちらのケーブルしか届かなかったんで、ちょっとこの辺の実験ができないんですよね。ですんで、ちょっとね、今回は、ここでのね、充電実験はやめとこうと思います。はい。ということでね、パッと簡単に EB3A の出力から入力までね、ちょっとパッと見ていったんですけども、EB3A はね、ブルーティーの専用の Bluetooth のアプリと連携することができるんですよね。で、こちらがアプリなんですけども、Bluetooth なんで接続がめちゃめちゃ簡単で、接続って押したら、上側ですね。の部分を押すと、もう接続完了で、はい、こんな感じでね、本体の情報がこっちに出てきます。で、ここにはね、電池残量から入力から出力まで表示されて、ここでね、DC のオンオフの切り替えや、AC のオンオフの切り替えも可能です。もちろん主電源を切ることも可能です。ですのでね、遠隔操作ができるんで、車内のね、どこに置いててもこの部分で操作ができるんで、これはね、すごい楽ですね。はい。僕はね、Bluetooth のアプリは大好きです。はい。ということでね、EB3A の方、基本的な機能の方を見ていったんで、次は実践編に移ろうと思うんですけども、その前にね、一旦満充電までしておきます。ですので、ちょっとしばらく放置しようと思うんですけども、ちなみにね、この電源、どうやらこの状態だったらね、UPS モードが使えるらしくてから、この UPS はね、無停電源装置の意味で、充電中に AC 出力使ってる際に、もしね、停電が起きても、AC 出力はね、オンの状態で、使ってる家電が電源切れないという。だからパソコン等のね、バックアップ電源等に使えるバッテリーという格好になってますね。はい。優秀です、これは。でね、今ちょっと充電してましたら、ファンが回り始めました。さっきまではね、ファン回ってなかったんですけども、内部の電池の温度が上がったせいか、こんな感じでね、ファンが回ってます。ちなみにね、ファンの音はそこまでうるさくないですね。これぐらいなら大丈夫なレベルです。でね、充電に関して言い忘れたんですけども、こちらの電源はね、容量が 268.8Wh で 300W ぐらいで充電されるんで、80% の充電を30分ですることができるらしいんですよね。ですんでね、ちょっとこれから電源持ち出そうって思った際にも、急速に充電ができるんで、個人的にはね、すごく持ち出しやすい電源ではないかなというふうに思います。はい。今ね、80% を超えたんですけども、充電ワット数がね、さような感じはないですね。90% ぐらいまで、このワット数で充電できるのかもしれません。しばらく様子見ましょう。はい。90% になりました。けどもね、充電ワット数は減速するような感じはないですね。なるほど。この勢いでそのまま充電してくれるんだ。はい。ということでね、充電完了しました。100% になりましたね。なんかね、勢いが落ちることなくそのままね、もうずーっと 100% まで行きました。ということでね、満充電できたんで、今度はね、実際に使ってみて、実力を試そうと思うんですけども、今日はね、何を使おうかなと思ったんですけども、このサイズの電源で動くことがね、驚異的な調理器具の代表として、IH クッキングヒーターをね、使ってみようと思います。これはね、100W から 800W までね、調節可能な IH クッキングヒーターです。ちなみにね、このサイズの電源で言ったら大体 300W の出力ぐらいがいいとこなんですけども、これは 600W 出せるんで、こっちをね、使ってみようという作戦ですね。で、IH でね、何を作るかなんですけども、今回はね、お腹も空いてるんで、スガキ屋の和風豚骨ラーメンをね、作りたいと思います。ただね、ちょっと気になってるのが、これ IH 使用可能ではあるんですけども、200V 用なんで、もしね、この分が使えなかったら、ちょっと容器だけ入れ替えてね、IH を使って調理したいと思います。中身こんな感じ。美味しそう。で、まずはね、これが IH が使えるかどうかだけ、確認しましょう。水がね、250cc いるんで、OK。入れて、で、これでね、オンにしてみましょう。電源も入りました。沸くかな？お、いってるみたいですね、これは。はい、600W ね、してるんですけども、結構ばらつきがありますね。ですね、ちょっともう一段階だけ上げてみましょう。700。ちょっとワット数が安定しませんね。はい、600W だったらね、なんかこっちがうまく動いてないと思ったんですけども、ここ 500W に変えたらね、うまく動き始めました。どうやらね、ここが 600W を超えたら、電源保護モードにね、入ったみたいです。ですね、500W にしたらね、問題なく動いてますね。はい。ということでね、いけそうな感じはあるんで、ちょっと頑張ってやってみましょう。で、こちらにはね、こっちのスープを入れて、煮立たせるんで、スープも投入。よっこいしょー。はい、いい感じですね。しばらく待ちます。
ちなみにね、AC 出力は 97V ですね。110V じゃなくて 100V 仕様なんで、この Bluetooth でね、処理できてます。で、現在ね、30% ほど電気を使ったんですけども、今ね、もうこんな感じで結構沸いてきてます。なかなかの火力ですね。こちらにはね、約 500cc ぐらいのお湯が入ってるんですけども、30% ぐらいの消費電力でね、沸いてきました。早いです。はい、残量ね、50% ですね。もうね、だいぶ沸いてきたんで、麺をもう入れましょう。どうやらね、もうこれに麺を投入して、火薬類もね、入れるそうです。投入しました。で、あとはね、温まる程度で OK らしいです。面白い麺ですね。めちゃくちゃいい匂いがね、してます。ちなみにね、岡山にはスガキ屋がないんで、こちらをね、仲良くさせていただいている視聴者さんからいただきました。はい、OK ですね。いい感じです。グラグラに沸きました。もうね、これで完成しましょう。はい、ということでね、調理完了です。電池残量がね、27% なんで、最初手間だったんで、約 70% ぐらいで調理できました。はい。ということでね、ちょっとめちゃくちゃ美味しそうなラーメンできたんで、早速いただいてみましょう。いただきます。果たしてお味は。あ、美味しい。すごく美味しい。へえ。初めて食べたんですけども、和風豚骨ラーメンめちゃくちゃ美味しいです。なんだろう、魚の出汁っていうんですかね、煮干しみたいな分の出汁が効いてて、美味しい。本当はね、まずはスープがですけどね。スープもね、めちゃくちゃ飲みやすいです。これは美味しい。本当にね、問題なく IH 使うことができましたね、これは。すごい。ちなみにね、こういった分使うときには、だいたいね、1回調理するのに消費電力 200W ぐらい必要なんで、今回ね、30% ぐらい電池が残ったのは、もうほとんどね、本当に正解のレベルです。でもこれなんか今、アウトプット 39W までありますね。切っとかんといけんのか。一応。はい、OK。IH クッキングヒーターはね、待機消費電力が大きいんで、使い終わったら切るようにしないといけませんね。ということでね、ちょっと全部いただきます。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい。ということで今回は、ブルーティーさんがね、新発売した EB3A のレビュー動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。こちらの電源ね、容量は少ないものの、充電速度がめちゃくちゃ速くて、本当に1時間もかからず満タンにできるのと、あとね、このサイズで出力 600W もあるんで、IH クッキングヒーターなんかも動いたりするんで、そこまで大掛かりな電源は必要ないけども、小型でマルチに何でもこなせる電源欲しいだと思われている方には、すごくいい電源だなというふうに思いました。はい。で、今回使用しなかったんですけども、もちろんね、ちょこっと家電や炊飯器も使用可能で、こちらは両方ともね、300W ぐらいしかない家電なんで、1時間丸々動かすことができて、炊飯器であれば、普通にご飯が1回炊けて、同じぐらいじゃないかな多分、電力が残ると思うのと、あとちょこっと家電だったらね、何度もお湯が沸かしたりするんで、容量は小さいですけども、車中泊時の調理家電には困らない電源ではありますんで、個人的にはね、デイキャンプやちょっと車中飯しようと思ってる時であったりとか、あとトラックのね、運転手さんなんかにも1食分の調理が可能で、すごくね、使える電源だと思いますんで、皆様よかったらね、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらからね、商品の詳細の方確認されてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。